こういう時にひらめきとかアイデアが浮かびやすいと言われてますね。この2つの思考をうまく使えるようになるメリットが、3つあると言われてますね。解決する確率が上がっていくみたいなね。その思考の切り替えを意識するだけで、想像力っていうのは、劇的に変わりますね。どうも、こんにちは。マインドオーガナイザーのクーです。自分にはアイデアを出す才能なんてない。画期的な企画になんてどうせ天才にしか思いつかない。もしあなたが今こんな風に感じているなら、今日の動画はあなたのためのものです。実は想像力ってのは一部の天才だけに許された、特別な能力というわけではありません。脳の仕組みを正しく理解して、その仕組みを正しく使えば、誰でもいつでも、後天的にですね、伸ばすことができる、脳のスキル、想像力ってつきますね。力なんですね。今回はそんな多くの人が誤解している想像力について、その力を科学的に高める、メカニズム、脳の仕組みですね。具体的かつ、実践的な方法をシェアしていきたいと思います。なんでぜひとも最後までこの動画をご覧ください。こんな風にこのチャンネルでは、脳科学、心理学、マインド改善法、思考術ですね、を通して、能力開花や、自己実現。自己実現っていうのは何かといったら、自分の能力、持ってる能力の最大発揮ですね。自己成長につながるノウハウを発信しております。よかったらチャンネル登録お願いします。突然ですが、想像力を料理に例えてみましょう。どんなに腕のいい料理人でも、どんなに地頭が良くても、食材がなかったら、冷蔵庫の中が空っぽだったら、どんな料理も作れないですよね。料理を作るためには、肉とか魚とか、また野菜とか、食材ですね、を仕入れる必要があるわけですね。これと同じで、想像力っていうのは、材料が必要なんですね。材料は何かといったら、知識とか経験ですね。頭の中に残ってる情報ですね。そういうのを組み合わせて、新しいアイデアを生み出したりする。そのアイデアを組み合わせて新しい価値を生み出す能力が、想像力の本質ですね。あとは材料が揃えばすぐできるわけではなくて、その材料をどう調理するか、どう組み合わせるか、どういう順番でどういう手法で料理していくかっていうのを考えて、組み立てる。つまりレシピを作ることで、美味しい料理が出来上がるわけで、レシピを考える時間。この場合でしたら、アイディアを考える時間。時間が必要なわけですね。で、レシピを考えてる段階っていうのは、この料理だと味変になるかなとか考えずに、とりあえずレシピを書いてみて、で、何パターンか考えとくんですね。で、そのレシピの中から、実際に作れるもの、美味しく作れそうな、最高のレシピを選んで、実践していく。新しい創作料理を作る時の工程ですね。想像力、何かアイディアを形にするっていうのは、この一連の流れに似てますね。つまり想像力は、料理の例でも例えたように、材料があって、その材料をどう組み合わせるか、どういう手順でどういう風に変化させていくか、加工していくか、処理していくか、っていうのを考えて、その何パターンか考えたうちの中から、実現可能であって、理想的な最高の状態であるものを選び取っていく。で、そのレシピを実際に実行していく。というのが、想像力のプロセスですね。極めて論理的ですよね。これとこれを組み合わせたらこうなるだろう。実際に試してみた。あ、やっぱりこうなった。もしくはやってみたけどなんか違った。なんで違うんだろう。みたいな感じで、じゃあ次こういう風に調理してみようか。これを加えてみようか。そういう風にして、元ある材料をいろいろ組み合わせてアレンジして、想像するですね。これも立派な想像ですね。そういう風に元ある情報、材料を別の何かに変えていく。より良いものに変えていくっていうのが、想像力の本質ですね。なんで、知識とか経験がものを言うって感じですね。センスだけじゃないんだよっていうことですね。では、先ほどの例で出した、料理のプロセスってのは、脳の中でどのように行われているかってことですね。想像力の鍵となるのが、2つの思考モードと言われておりますね。それは何かと言われたら、拡散思考と収束思考ですね。広がっていく思考と集まっていく思考。この2つの思考が、想像力を発揮するには重要な思考と言われておりますね。で、拡散思考とは何かと言われたら、今、先ほどちらっと言った通り、広げる、アイデアを広げていく思考ですね。これを先ほどの料理の例に例えたら、レシピを考えるってことですね。いろんな手法を思いついてみるみたいなのが、この広げる思考の段階ですね。この拡散思考のポイントは、否定しないでどんどん出し続けるってことですね、アイデアを。実現可能かを置いといて、どんどん出していくっていう思考の状態が大事ですね。で、このアイディアを次々に思いついているとき、発想しているときですね。脳のどの回路を使われてるかって言われたら、デフォルトモードネットワークっていう脳の回路を使っている
ますね。通称 DMN と言われるんですけど、この回路を使っているときが拡散思考である場合が多いですね。DMN を使っている脳の状態って何かと言われたら、わかりやすい例で言ったら、ぼーっとしているときですね。思考してないときの状態ですね。感覚に身を委ねているというか、そう、ぼーっとしているときの状態と言われてますね。例えばシャワーを浴びてお湯の温度、心地よさをただ感じているときとか、あとは散歩しながらぼーっと景色を見ているときとか、この思考してない時の状態、感覚に身を委ねてる時の状態ですね。こういう時にひらめきとかアイディアが浮かびやすいと言われてますね。よくなんか音楽家でシャワーを浴びてる時にこの名曲のメロディーが降ってきたみたいなね、とか。で、ぼーっとして何も考えてない、頭を使ってない状態なような感じはするんですけど、実は無意識下の中ではいろんな入ってきた情報を整理してる状態なんですね。その整理していく中で、その情報同士が結びついて、なんかポロッとアイディアになって出てくるっていうのがありますね。勝手に想起されていく、思い出されていく。そういうのが、新しいアイディアとして出てくる。ひらめきっていうやつですね。いわゆる降ってくるってやつですね。で、もう一方の収束思考っていうのは、ぼーっとしてる時の逆で、意識を活発に使ってる時の脳の状態ですね。広げたアイディアを集めて実用的なものにするための思考のモードですね。収束思考ですね。で、この思考の役割は、先ほどの料理の例で言ったら、数あるアイディアの中から、実際にやってみるレシピですね。を決めるっていう段階ですね。思い浮かんだ様々なアイディアの中から実現可能なものを選び取っていくっていう段階ですね。で、この時の使われている機能が、実行制御ネットワークですね。英語にしたらエグゼクティブセントラルネットワークですね。ECN と言われてますね。という回路が使われております。この回路を使っているときは、主に集中しているとき、何かに意識を向けているときに、活発に使われていると言われてますね。アイディアをまとめて計画を立てたりとか、あとは意思決定したりとかするときの思考ですね。大量のアイディアを評価して、分析して、一つに絞り込むための思考が、まさに収束ですね。アイディアの編集を行っている時の脳のモードっていうことですね。わかりやすく例えたら。で、創造的なアイディア、実用性の高い、効果の高いアイディアを生み出すには、このぼーっとしている状態と、集中している状態が、交互に、シーソーのように働くことによって、想像力が発揮される、新しいアイデアが生み出されると言われておりますね。で、この拡散思考と収束思考、想像力に欠かせない思考ですね。この2つの思考をうまく使えるようになるメリットが、3つあると言われていますね。1個目は、学習とか、仕事の成果ですね。生産性って言われるやつですね。上がる可能性がありますよっていう話ですね。様々なアイデアを思いついて、その中から実行可能な実用性の高いアイデアを選べる方が、できるようになることで、問題解決に役立ってたりしますよね。あとは物事を改善する時のアイデアを出したりとか、そういうので、仕事とか学習、勉強ですね、効率が、向上するかもよっていう話ですね。問題解決のアイデアが思い浮かびやすくなるってことで、人生のあらゆる悩みとか、人間関係の改善につながるようなアイデアも出しやすくなったりしますね。これが2つ目のメリットですね。1個の悩みとか問題に対して、様々なアイデアとか解決策が思いつくことで、その解決する確率が上がっていくみたいなね。そんな感じですね。1個の問題に対して1個の対策しかないっていうよりだったら、1個の問題に対して複数の選択肢、対策が取れるってなった方が、どっちの方が解決しやすいかって言われたら、一個一個の解決策の精度の高さも、関係するかもしれないですけど、より選択肢が多い方が、解決しそうな感じするじゃないですか。そういう意味で解決する確率が上がるって感じですね。解決策の幅が広がるってことですね。で、三つ目が、まさにこれが想像力って感じなんですけど、新しい価値を生み出すことができるようになりますね。スティーブ・ジョブズのスマートフォンみたいなね。あれもなんか電話とインターネットと、あとはパソコンのアプリの機能とか、ソフトウェアか、をタッチ画面で使えるようにしたみたいな、タッチパネルの技術とか、そんな元からある技術の集合体なわけじゃないですか。全くのゼロから作られたものじゃなくて、アイディア、創造物の組み合わせみたいなね。そういうアイディア、元あるアイディアを組み合わせて、そういう新しい価値を生み出しやすくなるっていうのが想像力を鍛えるメリットですね。自分独自のアレンジって言った方がいいんですかね。この情報共有が格段に広がった世界では、全くの新しいアイディアっていうのはなかなかないですけど、アレンジみたいな自分独自のアレンジ、自分だからこそ思いつくような切り口っていうんですかね。そういうのは、個性が出せるというか、想像力を発揮できるというか、新しい価値を生み出すのは、可能なんじゃないかって感じですね。
で、ここでDMN、デフォルトモードネットワークに関するエビデンスですね。このデフォルトモードネットワークの起源っていうのは、2001年にはワシントン大学の、神経科学者のマーカス・ライクル博士っていう人によって、発見された、概念というか、脳の機能ですね。当初はそのデフォルトモードネットワークっていう、脳の回路を使っている時の状態っていうのは、ただ単に脳が休んでいる時の状態、認識だったんですけど、よくよくいろんな実験をしていくうちに、そのぼーっとしてる間に、自己認識とか自分自身に対する認識ですね。とか、あとは記憶の統合、覚えたことを整理したりとかですね。あとは未来の計画といった、高度な、精神活動もそのぼーっとしている時、DMN を使っている時の状態で行っているっていうのが、次々と明らかになっていったっていう研究結果がありますね。未来の計画っていうのは、この状態になったらこれをやろうとか、ここを目指してみようとか、明日の朝はパンを食べようとか、そんな感じですね。突然思いついたような感じがするんですけど、記憶の中で、美味しそうなパンの香りがするパン屋を通り過ぎたっていうのをうっすら覚えてて、それがぼーっとしてる時に記憶で整理されて、美味しそうなパン、美味しそうなパンって連想されてって、じゃあパンを食べに行こうみたいな計画になるみたいなね。発想が生まれてくるみたいなね。そういうこういう行動をしようっていう発想も一応アイディアじゃないですか。計画を立てるのも実はアイディアなんですよね。これをしたらこうしようで、この場合だとこうした方が効率がいいからこうしていこうみたいな。そういうのも過去の経験とか知識とか組み合わせることによって、より良い行動パターンを決めていく。でもそういうのが計画なんでね。そういう意味でも計画っていうのは想像力の賜物と言われてますね。なんでね、想像力高い人、いろんなアイディアを思いつきやすい人っていうのは、計画性が高い、計画を立てるのが得意だったりしますね。あとは拡散思考をしてるときと、あと収束思考をしてるときの脳の状態を fMRI、よく言う脳を輪切りにしていくみたいな、スキャンしていく、白い機械に入っていくみたいな、あるじゃないですか。脳の状態を写真かで見ていくみたいな。そういうのを使って、実際に拡散思考になってるときと、あと収束思考になってるとき、アイデアをいろいろ思いついてる、制限なく思いついてるときの、思考になってるときの状態と、その出てきたアイデアを選んでるときの、脳の状態ですね。を fMRI でスキャンして調べたら、拡散思考を使ってるときは、デフォルトモードネットワークを使ってるときに活発になる脳のところが、活発になってて、で、収束思考、アイデアを選んでるときの脳の状態が、実行制御ネットワーク、エグゼクティブセントラルネットワーク、ECN を使ってるときに活発になる脳の領域が、活発になっていたっていう実験結果もありますね。なんで、想像力ってのはただの才能じゃなくて、使ってる脳の部位の切り替えをうまくすることで、高められていく、伸ばせるスキルですね。っていうのが、実証されますよってことですね。アイデアを思いつく。制限なく、どんどんあれもこれもで想像してみる。と、あとはその出てきたアイデアを選び取る。これがいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかって選び取る。評価する。認識する。この二つですね。交互に、やっていくのが想像力を高めるには大事だよっていうことですね。で、ここからいよいよ想像力を高める方法ですね。全部で3つのステップがあります。1個目がアイディアの材料を仕入れる。2個目はアイディアを孵化させる。生まれさせる。3つ目がアイディアを育てる。この3つのステップが大事ですね。順番に解説していきましょう。ステップ1の材料を仕入れるっていうのは、インプットの段階ですね。想像力、発想の元になる材料っていうのは、知識とか経験といったんですけど、そういうのをどんどん、いろんな知識とか経験を取り入れていくっていう段階ですね。普段読まないジャンルの本を読んだり、または普段見ない映画のジャンルを見たり、ドラマを見たり、漫画を読んだり、何でもいいんですけど、創造物、感情を刺激するような、いろんな情報が入ってくるような媒体を、読んでみたり、見てみたりするっていうのがインプットになりますね。あとは、いろんな経験をする。今までやったことないような経験を、いっぱいしてみる。行ったことがない場所に旅行に行ったり、バンジージャンプとかスカイダイビングとか、人生で経験したことがないようなことをしてみたりですね。あとは、様々な交流会とか、コミュニティに参加して、普段会わないような人たちと会話をしてみるとかですね。こういう風に喋る人、こういう知識を持ってる人がこの世の中にいるんだ、みたいなね。今まで関わったことのない人種だな、面白いな、へえ、みたいなね。そういうのが新しい刺激になって、アイディアの元として、脳の中に蓄積されていくっていうのがありますね。あとは、普段頼んだことがないメニューを頼んでみるとか、あとはいつもと違うルートで帰ってみるとか、とにかく今まで経験したことのない新しい刺激とかをどんどん、取り入れるってことですね。で、創造性の本質っていうのは、既存の知識、経験の組み合わせ、
言ったんですけど、その多様な知識が増えることによって、そのぼーっとしてるとき、デフォルトモードネットワークが、発揮されてるっていうか、使われてるときに、その情報の結合が、いろいろ起きて、アイデアが出やすくなるっていうのがありますね。より、経験が多いほど、いろんな経験してるほどユニークなアイデアが生まれやすくなりますね。いろんな要素が組み合わせられるんでね。クレヨンでも3色しかないって、3色でもなんかすげえなんか組み合わせとか、色のバランスとかで素晴らしい絵を描いちゃう、天才もいたりするんですけど、3色よりだったら、12色、20色、30色ってあった方が、色の選択肢が多ければ多いほど、多彩な絵描けるじゃないですか。そういうことですね。それに似てますね。あとは、いろんな種類の家具があった方が、部屋のレイアウト、模様替えするときのパターンとかも増えますし、そうそう、椅子とか机とか、カーテンの色とかもそうですし、いろんなものがあった方が、いろんなアレンジが効きやすくなりますよっていう、そんなイメージですね。で、想像力を覚醒させるステップ2つ目ですね。意識的にぼーっとするですね。アイディアを生み出させるってことですね。アイディアっていうのは、このぼーっとしてる時に、出てきやすい。結合されるんでね。パッと出てきやすいっていうのがあるんで、想像通り、意図的にぼーっとする機会を増やすことで、アイディアが出やすくなりますね。一日の中でなんか頭を使わない時間っていうのを、作るのがいいかもしれないですね。湯船にゆったり浸かるとか、ゆっくり散歩するとか、景色を見ながら、スマホも持たずにぼーっとするみたいな。あとは瞑想とかもおすすめですね。とにかく、なんかぼーっとできる時間、頭を使わない時間っていうのを意図的に作ってみるっていうのが大事ですね。ポイントは、スマートフォンを持たないってことですね。スマートフォンって、情報の塊じゃないですか。情報が絶えず入ってくるんで、これもインプットになるんですけど、生み出す2段階目で、ぼーっとするのが大事なんで、今で言ったら AI、チャット GPT とか、ジェミニとかに、いろいろ質問して、そうなんだっていう知識を増やしていくってのも、いいかもしれないですけど、2段階目、アイデアを生み出すってなったら、デフォルトモードネットワークで、知識を結びつけるっていう段階が必要なので、情報を入れない時間ってのも大事ですね。2段階目の時間を作るために、スマートフォンを見ない時間を作る。デジタルデトックスってやつですね。時間を設けるのは、想像力を高めるためには必要ですね。で、3つ目がアイディアを育てるですね。思いついたアイディアっていうのは、なんかこのデフォルトモードネットワークで思いついたアイディアの、特徴の一つなんですけど、揮発性が高い。揮発性ってのは、蒸発しやすい、消えやすいっていう、気化しやすいっていう意味なんですけど、ひらめいたアイディアって、その一瞬っていうか、忘れやすいっていうのがあるんでね。長期記憶に残りづらいっていうのが特徴があるんで、あっと思いついた時に、すぐメモを取るっていうのは大事ですね。アイディアを捕まえるっていう表現が合ってるかもしれないですね。あれ、なんかさっきすげえいいこと思いついたはずなのになんだっけみたいな、多分経験したことある人も多いとは思いますけど、アイディアって揮発性というか消えやすいんでね、ひらめいたアイディアはね。書き留めておくっていうのは大事ですね。で、育てるなんで、その書き留めたアイディアを、時間置いてみて、深掘っていく。さらになんか他の情報とかアイディアと結びつけられないだろうか、改善できるところはないだろうか、みたいなね、収束思考ですね、を働かせて、情報を、アイディアを、洗練させていくというか、進歩させていくっていう段階が、大事ですね。この3つ目の段階は、収束思考を使っている段階ですね。インプットをする、ぼーっとする、拡散思考になる。で、アイディアを育て、捕まえて育てる収束思考ですね。この3段階が、想像力を高める基本的な3つのステップですね。で、ここでポイントですね。この3つのステップの効果というか、状態を最大化するためには、絶対守っておく、1つのルールがあるんですけど、何だと思いますか？それは簡単ですね。単純ですね。拡散思考と収束思考を混ぜないっていうのが大事ですね。なんだそれって感じかもしれないですけど、このアイディアをどんどん思いついてるときは、そのアイディアを否定しないっていうのが大事ですね。アイディアを思いついてすぐに、でもこれはあれでこうで、この場合だとこうで、みたいな考えないです。とりあえずアイディアはアイディアとして出しておく。拡散思考のままにしておく。で、書き留めて、その後で収束思考をするっていうのが大事ですね。この拡散思考と収束思考って使ってる脳の回路が違うって言ったんですけど、この2つって同時にできないんですね。デフォルトモードネットワークと実行制御ネットワークですね。この2つのネットワークは切り替えて使われてるんで、なのでそのデフォルトモードネットワークを使って拡散思考でアイデアを出してる時に、こういうああでもない、こうでもないって批判しちゃうと、収束思考になっちゃうと、その段階で拡散思考が止まっちゃって、アイデアがそこで止まっちゃうっていうのがありますね。それ以上アイデアが出てこないっていうのがあるんで、先ほどもちらっと言ったんですけど、選択肢が多ければ多いほど、より良いアイデア、洗練されたアイデアっていうのは生み出しやすくなる確率が上がるわけなんで、とりあえずアイデアを出すのを邪魔しない。
いうのが大事ですね。で、出し尽くしてきてから、まあ、その次の段階で頭を切り替えて、その情報を選び取る。まあ、改善していく。まあ、実行可能な形に、まあ、アレンジ、編集していくっていう思考モードに切り替えるっていうのが大事ですね。まあ、切り替えですね、切り替え。同時に使わない。同時に使えない。まあ、拡散思考の邪魔をしないっていうのが、まあ、大事なポイントですね。まあ、まとめると、まあ、すっきりはっきり言ったら、まあ、それですね。とりあえずアイデアを出すときは質より量ですね。まあ、ガンガン出しまくる。で、量出た後に質ですね。まあ、量が質に転化するみたいな。思考の切り替えを意識するだけで、まあ、想像力っていうのは、まあ、劇的に変わりますね。なんで、まあ、拡散思考を邪魔しない。まあ、ぜひこれだけでも覚えておいてください。で、ここまで聞いて、まあ、こう思った人もいるんじゃないですかね。まあ、意識的にぼーっとする時間なんて忙しくて取れないよ、みたいなね。あとは、まあ、そもそも自分は知識も経験も少ないから、まあ、持ってる材料がないからな、みたいなね。アイディアを思いつくなんてできないみたいな人もいるかもしれないですね。まあ、本当にこの二つの気持ちは、まあ、よくわかりますね。まあ、確かに忙しいとね、ぼーっとしてる時間がもったいないみたいなね。そうそうそう。散歩してるぐらいだったら、みたいな。仕事のタスクを一個でも終わらせた方が、みたいなね。思う時もあるかもしれないですけど、でも人間の一日の活動時間っていうのは、まあ限られてて、まあ、要は、まあ集中できる生産性の高い、まあ制限時間というか、まあ人によって、まあ情報処理速度とか、まあ人のキャパによっても変わったりするんですけど、まあ限界はあるんですよね。まあ平均4時間とか言われてますよね。生産性の高い集中力を保つ一日の稼働時間ですね。なんで、あれもこれもと長時間続けていくよりは、まあ定期的に休んだ方が、同じ時間でも、まあ得られる成果は変わってくるんで、まあ、休むのは大事ですね。まあ、生産性を高めるためには。あとは、まあ、ぼーっとする時間ってのは、まあ、1日5分とかでも効果的とされてますね。まあ、1日5分瞑想するだけでも想像力は上がると言われてますね。車での移動中とか、あとは電車に乗ってる時とか、あとは寝る前とか寝起きとかですね。まあ、たった5分とか10分でもいいので、まあ、ぼーっとする時間作れると思うんでね。まあ大事なのは、まあ、その感覚に身を委ねる時間を作るっていうのが大事ですね。ぼーっとする時間というか、まあ、考え事せずに、今日はちょっとあったかいな、天気が良くて気持ちいいな、とか感じる。うん。ぼーっとする時間というか、まあそういうので、デフォルトモードネットワークは、まあ使われるというか切り替えられるんで、まあ5分でもいいのでね、そういうのを時間を作るのは、まあおすすめですね。で、あとは材料がないっていう人もいるかもしれないですけど、これも日々の積み重ねですね。まあ、とりあえず新しいことをどんどんしまくればいいんですよね。まあ、帰り道のルートをちょっと変えてみるとか、いつもと違う料理を食べてみるとか、まあそんなんでもいいんでね。ちょっとしたことでいいんで、まあ新しい刺激をどんどん入れるみたいなね。まあ、そのちょっとずつの積み重ねが、まあいずれは大きなアイディアになったりするんで、材料がないっていう嘆く前に、そうですね。まあいろいろ試してみたらって感じですね。まあほんのちょっと違うことをいつもと違うことをするだけでいいんですよね。そうそうそう。いつもと違う服の組み合わせをしてみるとか、まあそういうのでも全然いいんでね。まあ想像力は、まあ日々の積み重ねですね。努力でなんとかなるものなんで、まあぜひとも、まあ自分には才能ないって嘆く前に、まあいろいろやってみるのは、まあおすすめですね。もう小さいことでいいんですね。まあ積み重ねが大事というかね。はい。まあちょっと説教臭いこと言っちゃったんですけど、うん。で、想像力ってのは間違いなく、まああなたの人生の質を高める、まあ人生を豊かにする、まあ、より多くの経験を積むとか、発見を得る、気づきを得るとか、あとはまあ自分の選択肢を広げる、可能性を広げる、まあ、最強のスキルと言っても過言ではないので、まあぜひ鍛えてみてほしいですね。で、才能とかいらないんですよね。本当に、まあいろんな経験をして、あとは意識的にスマートフォンを触らない時間を作る。ぼーっとする時間を作る。まあ感覚に身を委ねる時間を作る。で、アイディアを、まあ、思いついてるときは邪魔せずに、とりあえずどんどんアイディア出して、後から選び取る、まとめる、編集する。この思考の切り替えですね。まあ、これを意識するだけで、まあ、想像力は、まあ、格段に、まあ、日に日に少しずつ向上していくので、まあ、ぜひともちっちゃいことでいいんでね、まあ、ちっちゃい気づき、ちっちゃい新しい体験、まあ、どんどんやっていってほしいですね。月に一度でもいいんで、毎月なんか新しい体験をしてみるっていう目標を持つのもいいかもしれないですね。まあ、毎月必ず温浴施設に行ってる人、まあ、温泉とかに行く習慣があるなら、まあ、今まで行ったことない温浴施設に行ってみたりとかですね。なんか行ったことない店に行ってみるとかですね。まあ、月に一度でいいんで、なんか全く経験したことないことをやってみる。っていうのは結構おすすめですね。まあ、月の目標ができることで、まあ、人生に張り合いというかメリハリもつくと思うので、まあ、充実感が上がりつつ、想像力も鍛えられつつ、っていうのがあるんで、あとはまあ、人に話すネタも増えるじゃないですか。
人間性というかね、心の豊かさにもつながるんで、ぜひ、月に一度何か新しい体験、経験、知識とか、そういうのを、仕入れてみる、インプットしてみるっていうのは、おすすめですね。ぜひとも、試してみてください。で、今日のまとめですね。今もちらっと言ったんですけど、想像力っていうのは、頭の中にある知識とか経験の組み合わせ、アレンジする能力のことであって、多様な知識をインプットして、意図的にぼーっとする時間を作り、アイデアの種を生み出すってことですね。そしてそのアイデアを実用的な形に変えていく、洗練させていく、改善していく、進歩させていく、集中して出てきたアイデアを形にするですね。この3段階が、想像力においては重要ですよっていう話をしていきました。まず、今日からでもね、この動画を見終わった後閉じて、5分間でいいので、窓の外をただぼーっと眺めるみたいなね、そういうとこから始めてみてください。それが、あなたの想像力を、育てる大きな一歩になるはずです。このチャンネルでは、このように、見てる人の、能力開花ですね、自己成長につながるような、ノウハウを発信しております。今回の動画が少しでも面白いな、役に立ったなと感じたなら、ぜひともチャンネル登録、高評価お願いします。あとコメントもめちゃくちゃ嬉しいです。励みになります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。良ければまた次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。